はい、今日は、自分の髪にパーマかけます。今だからカットはね、ちょっとうちのカットが入ってるんで、これにパーマかければリアルなそれに近いかなっていうね。でちょっと自分の髪でパーマのスタイリングするっていうのをこう取れたらなと思って、じゃあ巻いていきましょう。よし、かけました。僕の顔にねパーマかけるとこういう風になるんですよねそう、もともとは結構直毛だからなんか、ちょっと顔が濃いよね俺多分ね。だからちょっと曲げるとなんかいきなりどっか異国の人になっちゃったりする。じゃあこういう感じでかかりましたと。でまずこうやってタオルドライをしっかりしますね。こうやってタオルドライをしっかりして、パーマはもう根元にはかかってないですから、根元は乾いちゃってていいんで、タオルドライしっかりして、僕らの場合はこういうちょっと乾かす前のオイル、熱でこう反応してくれるオイルなんですけど、これをつけておくとちょっとこう保湿効果とかもあって、パーマとかじゃなくても乾いた時にちょっと扱いやすい髪になるとかがある。でそれをこうやってねつけます。そして根元は乾かす。僕は髪が結構短毛で乾きやすいんで、普段は正直このままスタイリングしちゃってますけど、今日はね撮影してるんで一応根元は乾かしますと。でパーマっていうのは乾かすと伸びます。乾かすと緩くなるんで、そういう体でかけたりとかしてるんですけど、だからこうやって乾かすとちょっと緩くなるんですね。わかるかな。そう緩くなって、でちょっとこうロン毛とかでもうちょっとこうパーマ出したい時なんかは逆にこういう水をこうやってかける、表面から。なかなかこの立った状態でセットはのと取りにくくないほら、こうやると出てくるんですよ、パーマって。こういう表面ね。そうだからこう出したい時はちょっとウェットになる。で僕の普段の場合はこのバーム、前もやったよねこれねめちゃくちゃ適当ですけど、パームとオイルを混ぜますよ。だから基本的にパーマかけようが一緒っていうのがあるかも。でこれもちょっとウェットになってて黒髪のウェーブっぽくなった方がいいんで、こういうところをこうやってつけちゃって、上げてる方がいいかも。上げてる方がかっこよくなりますね。かっこいいかな。はい。そう、こういう風にスタイリングすると別に普段と変わらないっていうでもそうなんですよね。直毛だったのがこうちょっとね、こういう風なものができたりするから、こういう髪だとちょっとこうやって少し下ろしたりとかした時も少しこうニュアンスが変わるっていうのがあるから、でもそれぐらいなんていうんだろう、きちっとしてあげるっていう感じのかけ方を僕らあんましないから、もうこれぐらいでいいんですよ。でパーマ出したい人なんかには言ってるのは、こうやってある程度ベースをウェットにしてあげたら、僕の場合はちょっと毛量が多いから、トリアの軽いメスじゃなくてこっちのちょっとハードめなんです。
固まりすぎないようにするね、でムースっていうのはウェットになってくれるんで、さっき言ったようにウェットになるとパーマって出るじゃないですか。だから出したいバージョンの時はこうやってこっちでやってりゃいいのか、もっと見えやすいのかね。ほらこうやったらパーマ出たのとかなんかこう泡が吸ってくれてるから束感とかもこう太く出てメリハリがつくんで、メリハリついた髪にパーマかかってるからよりランダム感が出るみたいな。どうですかこの私のパーマバージョンは。だいぶ変わったよね。そうですね。久々にかけたけど。でもなんかちゃんとセットしてるっていう感じじゃないぐらいがこれなんかいい気がするんですよね、僕は。まあ僕のカットとかがこれ自分で切ったんじゃないですけど、一緒のカットをしてる相方さんが切ったんで、こういう風にバハバハってやっててもいいみたいな感じで、まあまあまあこういう感じでいいんじゃないでしょうか。T シャツ見たりするとこんな感じで。こういう感じです。どうした？まあだからなんか普段僕がこういう髪型のお客さんも結構いるんで、お客さんにやってあげてるパーマとかが、ああやっぱパーマいいねって言って、俺も今度かけようかななんて言ってるのを実際かけたみたいな感じですね。だからまああんま決めすぎずこうかき上げて、だから横とかを結構ねこうやってビシッってやって、それもやるか。めっちゃ嫌いこのね、青年物ってね、まあでも洗うのかまあちょっと泡立てるって感じだね。そうです。こうやってこうやってやるとエルビスになるっていう。エルビス感が出ますね。そうエルビスなのか横浜銀杯なのかって感じ。銀杯にならない世代が。自分の髪で人の頭より俺自分の髪の方が苦手なんだけど。お客さんにはねもうちょっと上手にできるんですけどね。こんな。はい、これが前をかけたパーマが2週間ぐらい経った状態なんですね。これなんかこう自分でこう扱っていくと伸びた分の髪と一緒にこう馴染んでいく感じになるので、こういう風になってからの方がパーマってかっこいいのかなと僕は思っていて、だからまあこの状態もちゃんと見せた方がいいかな。まあこれも一緒なんでワームとオイル混ぜてスタイリングするっていうのにすれば、あとはもうそれだけでちょっとこうニュアンスパーマの人みたいになりますから。直毛の人はこれぐらいにちょっとこう曲がってるだけでも結構変わるんですよね。
な感じですよ。であとはまあいつも僕はこういう髪型してるんで適当にしてるだけで、ちょっとこう落ちる毛とかはこう曲がってくれてるから、まあ、これぐらいの時の方がなんかそのやりたてのパーマがね張り切ってる状態よりいいのかなって思う、ね、まあこれぐらいでもいいんじゃないですかね。あんまり出しすぎない。まあこれだとちょっとこうやっぱりなんだろう、こういう風にするよりもこう流れてくれる気がこうあるんでセットも楽になりますし、まあ、かける場合はまあこれかけたてだとやっぱりどうしてもこうくるってしてるんで、もうその主張が強い状態になってるから、その髪の毛たちもどういう風になじめばいいかって分かってないから、まあこれぐらいがいい。出したバージョン、ね、はい。濡れ髪にすると待って濡れると出るんでね、その濡れた状態のパーマが出たまんま乾いてくれるのが、まあ、ムースなんで、まあ、こういう濡らすとよりちょっと出るかな、まあその状態でキープしててもまあいいかもしれない。ムースつけるとちょっとこうやってグーグーって触ったりとかするときにちょっとごわついたりするんで、僕の場合はもうムースだけとかにしちゃうんですけど、まあ、これぐらい楽でもいいんじゃないですか。これは僕の場合の直毛の人がパーマかけて、パーマっていうかそのニュアンスの癖付けですよ。っていうのがあるとちょっとこう雰囲気とかでちょっと甘めになるとかデザインが入った感じになるので、結構ピンピンした直毛の人がこういう曲線が入るとこういう雰囲気になりますよっていう感じのスタイリングでした。